それ、落老海中に和人あり。若たれて百余国となり、祭事をもって来たり。賢治まみゆ。はいどうも皆さんこんにちは。今回は中国の歴史書にある日本についてお話しします。この動画でいう中国の歴史書というのは、漢書地理史、五漢書東夷伝、魏史倭人伝のことです。そもそもこの漢というのは何かというと、この頃の中国の王朝の名前です。この漢王朝なのですが、途中で一度王猛という人物によって滅ぼされてしまいます。なので滅ぼされる前の漢王朝を前漢、滅ぼされた後の漢王朝を後漢と呼んでいるのです。今回お話しする漢書は前漢のことが書かれた歴史書で、後漢書はその名の通り後漢のことが書かれた歴史書です。まず最初は時代に沿って漢書地理史についてのお話から始めていきます。漢書に記されている日本の様子は、それ落老海中に和人あり、若たれて百余国となり、祭事を持ってきたり、賢治まみゆというものでした。この記録が歴史上初めて日本のことを文字で記録したものであり、当時文字がなかった日本の様子を知る貴重な手がかりです。この落老というのは土地の名前で、朝鮮半島北西にあったとされています。弥生時代中期の日本人は100余りの国に分かれており、落老軍に貢ぎ物をしていたと記録されているんです。この落老軍を足がかりに、漢王朝は朝鮮半島を支配していたので、日本が落老軍に貢ぎ物をしてきたとなると、その情報は漢も把握することとなったのです。さて、そんな漢王朝も王猛によって一度滅ぼされてしまいますが、皇武帝によって漢王朝は再興されます。こうして皇武帝が後漢王朝の初代皇帝となるのです。この後漢の時代について記されているのが五漢書東夷伝です。この五漢書東夷伝には、倭国の南にある国が貢ぎ物を持ってきた。なので皇武帝は印字を授けたと記録されています。この記録を読んだ江戸時代の国学者本居宣長は、前漢の頃に100余りの国に分かれていて、後漢の頃に南端の国が長考している。つまり倭国は九州の南側にあったんだろうと考えていました。しかし、ある発見によってその説は覆されます。金印の発見です。この金印が発見されたのは、なんと博多湾にある鹿の島、九州の北側から見つかりました。発見の詳細は不明なのですが、一つ紹介しておくと、ジンベエという農民が鹿の島、現在では金印公園と呼ばれているあたりで田んぼの溝を回収していました。その際に大きな石が出てきたので、その石をどけてみたところ、この金印が出てきたと伝わっています。さて、金印が九州北部から見つかったとなると、印字を授かったのは九州北部の国と考えるのが自然です。こうしてその国に推定されたのが伊都国でした。現在では倭の那国と読まれるのが一般的になったこの字ですが、この字がい、この字がと読めることから、九州北部にあったと言われる伊都国こそが長考していたのだという話になるのです。しかし、そうなるとまた問題が出てきます。五漢書東夷伝にある南側という記述に矛盾してしまうのです。この問題を解決したのが明治時代の歴史学者、三宅米吉です。彼は、この漢字は伊都国と読むのではなく、倭の那国と読むべきだと主張します。当時、那国と呼ばれていた国が2つあることが分かっており、北側の那国から来たことを南側の那国から来たと勘違いして、倭国の南から来たと五漢書東夷伝に記録したという解釈です。こうして博多周辺にあった那国の王が金印を授かったという説が現在でも有力となっているのです。さて、最後に魏史倭人伝ですが、この魏というのは後漢の後に中国に現れた王朝です。魏、呉、蜀の三国時代の頃ですね。魏史倭人伝の文字数はこれまでの2つとは比べ物になりません。倭人の国への生き方や衣食住の様子、また有名な卑弥呼についての記述もあります。魏史倭人伝には邪馬台国までの道のりの記述があります。全部見ていたらキリがありませんので、部分的に紹介していきます。また、現在でも邪馬台国論争として有名な邪馬台国はどこにあったのかという論争が続いていますので、この動画では詳しく扱いません。さて、ここに書いてある軍ですが、これは大砲軍のことです。軍より倭に至るには
海岸に従って遂行し、クヤ韓国に至る。ここまでが7000里です。そして海を1000里渡って対馬に至ります。また南へ海を渡ること1000里余り、壱岐に到着です。また海を渡り1000里余りで末路国に至ります。さて、ここまで見てきたらなんとなくわかると思いますが、この魏志倭人伝の記録は正確ではありません。今お話しした部分だけに注目すると、南に進むと言いながら実際の方角は南東だったりします。この部分の方角が特にずれているということもあるのですが、こういった曖昧さから邪馬台国の位置が分かっていないのです。この次は東南に500里陸を進むと糸国に至ると書いてあるのですが、糸国は現在の福岡県北部の糸島あたりだと考えられており、どう考えても東南ではありません。とりあえずこの先も素直に文章を読んでいったら、東南に100里行って南国、東に100里行って文国、船に乗って20日かかって妻国、船で10日、陸で1月かけて邪馬台国と書かれており、曖昧すぎて邪馬台国はどこなのかがわからないのです。これが現在も邪馬台国の場所をめぐって論争となっている理由です。